皆様こんにちは。イノーガニック美獣の若子です。今日はですね、魔力を持った文字、ルーン文字についてお話をしていこうと思います。ルーン文字っていうと、おそらく皆様はハリーポッター見た方だったらルーン文字が何回か出てきているので、それで知ってる方って結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うのですが、私自身はルーン文字って私が化粧品メーカーの保持営業をやっていた時に、お取引先のバイヤーさんがネイルにルーン文字を書いていて、すごく可愛くって、その文字何ですかって聞いた時に、これはルーン文字で一文字一文字に意味があって、それを願掛けしてネイルアートに入れてるんだっていう話を聞いて、すごく可愛い文字だなと思って調べて、そこから知ったっていう経緯があるんですけど、有名なところで言うと多分皆様日頃からルーン文字を見てるんじゃないかなと思うのですが、例えばこれセーターの柄ですね。アーガイル柄っていうんですけど、これもルーン文字が起源になっていると言われていますし、あとはもっと身近なところで言うとこの文字ですね。これ Bluetooth のマークなんですけど、これもルーン文字を組み合わせて作った記号という風に言われています。こうやって意外と日常にルーン文字っていうのが紛れ込んでいて、何気なく目にしてるんですが、実は意味を持った素敵なおまじないの文字なので、その辺を読み解いていこうと思います。でルーン文字っていうのは古代の北欧でアルファベットよりさらに昔から日常的に使われていた文字というふうに言われています。でちょっと書いてみたんですけど、もしかするとちょっと動画なので逆さまに映っちゃってるかもしれないのですが、こんな感じで全部で空白の文字も入れて25文字あるというふうに言われています。ちょっとここの文字だけはどっちで表記するかっていう違いなだけで同じ文字なんですけど、実際に日常的に使われていました。で古くから文字には力があるというふうに言われていて、例えば狩りがうまくいくように剣にルーン文字を彫り込んで、そこにエネルギーを込めて使われていたりとか、古くから魔力がある文字として儀式に取り入れられていました。イノーガニック美獣が以前ポップアップストアをやった時にこんな感じの紙袋をお客様にお渡ししていたのですが、これはルーン文字でイノーガニック美獣という風に書いたものです。ルーン文字になるだけですごく魔女っぽくて可愛いなと思っているのですが、自分の名前をルーン文字で書いたりとかしても可愛いんじゃないかなと思います。でルーンっていうのは秘密とか神秘とか、もともとそういう意味があって、で文字自体に力があるというふうに言われていて、おまじないとして紙にルーン文字を書いて、それをベッドの下に置いてお願い事をしていたっていう言い伝えがあったりします。ハリーポッターのおでこの部分に稲妻型の傷がありますが、あれは実はルーン文字のシゲルなんじゃないかというふうにも言われています。とルーン占いっていうものもあって、石とか木のチップにルーン文字を一文字一文字刻んで、こういうポーチに入れて、このポーチから石を出して一番中心から近かった文字で占ったりですとか、あとはタロットカードみたいな感じで1枚引きしてその日の一日の運勢だったりとか、自分の願いが叶うかどうかっていうのを占ったりします。これは Bluetooth に使われている文字ですね。ベオークです。これがハリーポッターの額の傷と同じと言われているシゲルです。あとは私が好きなのはこれですね。リボンみたいな形が可愛いダイグ、可愛くて好きです。こんな感じで本当にアルファベットと同じでいろんな文字があるのが、なかなか読めそうで読めないところが可愛いなと思って、ぜひ皆さんもルーン文字を取り入れて、ちょっと日頃のおまじないみたいな感じで使っていただくと、毎日に遊び心をプラスできるんじゃないかなと思います。で占い方としては、こういう布製のポーチにルーン文字を入れて、
でルーン占いっていうのはタロットに近い感覚で直近のことを占います。例えば今日一日どんな日になるかなとか、新しいことにチャレンジしたいと思うんだけどどんな展開になるかなとか、直近の3ヶ月ぐらいの間のことを占うっていうのが主流です。例えば1枚引きで、これはフェオですね。富の象徴なので、今日はすごく豊かな一日になるなとか、今日もしかしたらすごく金運が上がるかもしれないとか、そういう感じで占っていきます。こういう感じで出して、ここが中心だとしたら中心から上と下、例えば現在はこちらですね。これはソーンというもので、トゲとかハンマーを意味するルーン文字です。これはちょっと今攻撃的になっているので、周りを見渡してチームワークをもっと大切にするっていうことを気づかせてくれる文字です。で、これが未来ですね。上にあるものが未来を占うもの。これは剣という文字で、始まりとか光とかひらめき、やる気、例えば仕事だったらこれからどんどん活躍していくとか、ひらめきをもたらして未来が広がっていくようなイメージです。そして過去はこの下にあったこちらですね。これはラーグです。ラーグは例えば共感とか受動的とか、周りの意見に結構共感をすることが多くてなかなか意見が言えなかったなとか、そういった文字になります。で、あと私は個人的にこのルームスプレーをずっと愛用しているのですが、水晶のエネルギーをチャージしたオーラスプレーですね。これにもルーム文字のシールを貼って、お守りを調合する前とかにこういう感じで空間に吹きかけてちょっとこう清めたりしてるんですが、これも多分動画の中で何回か出てきているんじゃないかな。よかったら過去動画チェックしてみてください。